だから海って無限でしょ。もう全然わかんないですよ、海のことって。だからずーっと入り込んでいっちゃうんだよね。やっぱりさ、海にはね、沈んでるんですよ。悔しい思いとか、だからずっと追い続けちゃうんでしょうね。孤独ではあると思います。孤独ではあるんですけど、つながってるんで孤独ではないっていうところ。まあ、本当にその根本的な心の支えになってくれてるっていうところが一番大きいですかね。おっしゃー、よっしゃ見たジャンプ。まあ平正と歩んできた19年ですから、ほぼ人生の半分は平正といるんです。ここで稼げるだけ。よし、やってこい。あー悔しい。絶対悔いの残る人生を送りたくない。だったら自分が好きなことをやりたい。この釣りは終わらないですからね。終わらないでしょ。人生とはだから結局海で生き、その中で GT と共に生きるってことですよ。笑っちゃうね。こういうのちょっと斜めになってるの嫌なんだよね。全部使いましたからね、これ。笑っちゃうよね、今本当ね。さあ、いい仕事できるといいね。今日が一番条件いいんですよ。ちょっと投げちゃってるかな。贅沢言えば明日から死刑。傾きがいい死刑だったらチャンスあるけど、傾きが悪い死刑なんで3日目はもうダメで真東になっちゃってるから、もしかしたら明後日帰ってこなきゃいけないかもしれないね。ノット革命がね2000年ぐらいになったんだよね。それで FG ノットかな、みんな結局やりだしたの。もう世界各国みんなそうだよ。みんなそう、外人さんもこんなふざけた仕掛けやってる人いないよ。全然わかんないマジで。これなんてノットなんだろうね、これね。最新ノットとか言われちゃうんだからさ。楽しみだね。海峡もいいし、いい手伝いできるんじゃない。俺だってこんな船を作ってお客さんがこんな来てくれて、あんなベースができるなんてもう夢にも思わなかったよね。展開が早すぎてついていけなくて最近。だからもう休みになってもう自転車でうろうろしながらさ、なんでこんななったんだろうなって追いつかない感じが。聖一も同じこと言ってるけどね。俺はすごい遅咲きだったから我流だったんで、船を操船も覚えるのも釣らせるのも全部我流でやってたんで、38で開業でしょ。聖一だってあいつ20歳で船長だった。うちに9ヶ月で船長やらなきゃいけない立場になっちゃったんだよね。何にもできなかったよ。何にもできない。あいつだって最初来た時サーフボード持ってきたもん。なんだよこのあんちゃんがって。まあでもあの子は爽やかだったよ、来た時から。お客さん受けもすごい良かったしね。OK、サンキュー。ちょっと面白い流れ方してるよ。よし。
ゲームの条件は合ってるんだけど、ちょっと賑やかじゃないよね。鳥もいないし、カツオキワタは飛んでないしさ。現場元気ないな。全然。次の流しで根の向こう側とかに船が行った時にさ、反応があんまり出てなかったらあんまり良くないんだね。10月の頭ではちょっと考えられないぐらいトビウオの群れが飛んでて、シイラもほとんどいなくて、ダツもあんまりいなくて、ナブラもなくて、水温の移り変わりがものすごく激しくて、この10キロ圏内ぐらいの間でも2度とか3度とかの温度変化があって、なんかね、本当につかみどころがない海というか、魚自体もなんか海の中で迷ってるんじゃないかなっていうような感じがあります。本当につかみどころがないですね。魚も3日間で坊主、4日間坊主、5日間坊主っていうのはまあまあ最近当たり前になってるんで、1匹取るのには結構苦戦するかなっていうのが正直なところです。なんでまあ自分試しですね、これは。改めて本当この海にどれだけ通用するか、新しいステライ SW と新しいロッドとラインで頑張ってみたいと思います。ベタなぎですけどね、ちょっと最近の流れはいつもベタなぎ。潮はね結構流れるんですよ最近。朝間詰めのその1投目っていうのはなんていうんですかね、いろんな調整を、いつも言うんですけど、準備っていうところが大事で、いろんな調整を全て済ました後、ラインシステムはもう完璧にしておいて、ルアーの結束も完璧にしておいて、ドラグの調整も完璧。朝って結構ぼーっとしてることが多くて、着いたまだよし一日これからだ、まだ長いからこれからだではなくて、いきなりそのクライマックスが来ると思ってくれてもいいぐらいのその緊張感っていうのを持って朝間詰めっていうのは挑んでほしいし、船長としてもそういう気持ちでこう朝間詰めの流しは見てます。だね、本当ね、この状況だったらかなりこうチャンスがね本当に一瞬なはずなんですよ。この一瞬をものにできないといけないですね。すごく緊張しますよ。ほんと一瞬でしょうからね。それが朝間詰めに来るのか夕間詰めに来るのか昼間に来るのか、その辺はねやってみないと分かんないですけど、経験とか知識がそういうふうに言うとかではないと思うんですけど、なんか雰囲気ですかね。その一瞬の時に自分がどこに投げてるか、どうアプローチしてるか、どのルアーを投げてるかとかね、潮のスピードがどうかとかいろんな要素があるんで、それを一瞬チャンスを一瞬で終わらせてしまうのか、もしかしたらそこのチャンスからすごく広がって大チャンスに変わっていくのかっていうのは、それはねその時にならないとわからないんで、一瞬のチャンスをものにして何かをつかめばさらにこうチャンスが広がって超過につながる可能性も十分にあるんで、わずかな変化とかも見逃さずに察知して大きな変化につなげていく、これがすごく大事なことかなと思います。しゃします。お、君らがいっぱい。おー、餌の中に来ましたよ。シーンとしてますね。起きてきてーって感じです。じゃあ次のポイント。次の一投で30キロオーバーが自分のルアーに来るんじゃないか。
それをずっと思いを維持し続けるにはやっぱりいろんな要素が必要ですよね。この釣れない時ってやっぱ怖いですよね。釣れない時こそなんか間違ってることやってるんじゃないかなってずっと思ってしまいするんですよね。めちゃくちゃ本当は入れ食いのところがあってそこには行けてないみたいなね。とにかくなんか過去がないと粘れないし、でも過去のデータにとらわれると失敗することも結構あるんで、なんか何を信じていいか分からなくなる時が怖い。これ切り捨てるようにしてるんです。そういう時もうその現状ダメだからもう次に行こうとか、新しいところをやろうとか、最近やってなかったところに行ってみようとか、あと今まで飛ばしてたんだけどそこをちょっとしらみつぶしにやってみようとか、なんかねあんまりメインポイントっていうそのポイントにとらわれすぎてるんですよ。でそれってやっぱ結構楽しようとしてたりするところもあって、釣れなかったら釣れないなりの、ここでダメだったらダメだねっていう理由を作ってるようなもんで、でも新しいところというか普段やってないところ、そういう時にこそ新しいところに、そういうことがないと新しいところには行かないんですけど、新しいところに行ったらあれこんなだったんだ、なんだ知らなかっただけっていうことは結構多いです。そうやって一個一個ポイントがなんか増えていってるような感じかもしれないですね。そうやってやってると実はその実績のあるポイントがその寄り道してる間に超大爆笑だったとかそういうのもあるんですよ。そうやっぱりそこは過去のデータでいけばよかったっていうふうに思ったりするんですけど、それの繰り返しですよ。本当過去にとらわれちゃいけないけど過去に助けられることもたくさんある。だからちょっとずつしか前進できないですよね。本当にちょっとずつしか前進できない。聖一ね、20歳だったですかね。それで前の会社、うちが今ビッグディッパーっていう会社をやってる、その前にワールドマリンっていう会社にいた時に社長から連絡があって、2人若い子が面接に来たからもしかしたら使うかもしれないからって言ってちょっと履歴書を送るわって来たんですよね。もう着きましたって言って飛行場を迎え行ったらサーフボード持ってきたあんちゃんでも最初から爽やかでしたよ。まあ学生の男性が抜けきれなかったから仕方ない部分がしかないんだけど、その時に率直に言って田代は多分3ヶ月で辞めるでしょうねっていうのは最初でしたね。最初はまあ軽いノリで来たんじゃないですかね。かといって仕事ができなかったとかじゃないんですよね。社会性の問題で、例えば、お客さんと食事に行ってその後飲みに変わって一緒になって飲んでひっくり返ってお客さんにベッドまで担ぎ込まれたなんて話もあったりで、お客さんにもあいつはダメだななんてダイレクトに言われちゃったりしたこともありましたからね。どうでしょう。3月に来て6月ぐらいにちょっとあるきっかけで、もう一人いた相棒と自分を比べてちょっとこれ遅れを取ったかもしれないかなっていう思ったらしいんですよ。それ本人に聞いた話なんですよ。それからいろいろ向き合って話をちゃんと聞くようになって、そこからもうめきめきとどんどん覚えていきましたよね、彼ね。それでワールドマリンの方が船がたくさんあったんですよ。当時6艇あったので、スタッフがどんどん辞めていってしまう中で、来て9ヶ月で船長しなきゃいけない立場になっちゃってね。当時島野さんがやってた釣りロマンを求めての船長がデビューでしたね。だからさ、田代っていうか誠一なんかはさ、接客業、船長業を一生懸命叩き込んできたわけなんですけど、釣りはほとんど一切教えたことなかったですよ。でももうね、あんな
ことできるぐらいやっぱりもう自分磨きもしたんでしょうね。まあそれが今結果として出てるんで、まあ大したもんだと思いますよ。誠一の場合は思い出話しかないから何喋っていいか分かんないよね。ただ向こうはこんなね人間と一緒にいたから一緒の部屋で1年半ぐらい一緒にいたのかな。寝返り打つだけで起きてたって言ってたよ。あいつ大変だったと思いますよ。だから下積み時代ね。いやよくやってると思うよ。お客さんまとめて。だからうちのお客さんもサンライズ行くんだけど、聖地のとこにみんな絶賛してるもん。やっぱり悪い噂を聞いたこと一回もないしね。だからよく頑張ったと思いますよ。まだまだでもこれからよ。まだまだもう俺らが全然とっくに通り越されちゃって抜かれちゃってるけど、でもまだ伸びしろはあると思うよ。世界に出てほしいよね。どんどん日本じゃもう一番有名になって一番人気出てるけど、まだまだだと思うよ。一番いい年でしょこれからが。だからもう世界の釣り場に行ったら、うわ田代さんだ誠一さんだって言うようになってほしい。どうせねこの業界に船浮かべてやってるんだったらそういうふうになってほしいです。だからまだ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 です全然って思ってます僕は。もうそうなってるか。まあいいや。昼から大風が吹きますね。ほんと頭が絞っていろんなとこ行かないと。今北東になるんでちょっとどうかな。今日最初から行くとこもギリギリかもしれない。うねりが来てるよね。よしさあ、もう吹いてきたね。ちょうど吹いてきた今。さあこれから猛烈に吹くよ風。まあまあうねってる。いやいやよいしょ次の人で帰るわ。なんかついた一瞬なんかついたね今。さあ行くぜ。いいよ。うわあそこあそこ今どこ。ほっさあじゃあリリースします。はいはいこんな感じです。3210はいはいいいよ。まあ魚小さくてドラグためなかったけど、まあ別に通常通り普通に何を心配なく上がりましたけど、
最終的にもう一声行きたいね。ドラグの耐久をちょっと見てみたい。今はそれが率直な意見かな。巻きは、巻きは全然いいですよ、やっぱり。なんか軽くなってるよね、かなり。だからちょっとギアに負担かかっちゃうかもしれないけど、ある程度あのぐらいのサイズだったらゴリゴリ負けちゃうかもしれない。軽いんでね。まあそんな感じかな、とりあえず。かかってからファイティングポーズ取るまでが一番いざとなった場所なんで、あそこで冷静にやられてるか否かで、自分たちの中では平然を装わないとダメだ。じゃないとお客さんついてこない。この人ガイドであんな偉そうなこと言ってるけど、本当は釣り慣れていいんじゃねえかとか言われちゃうから。じゃあファイトかかった時こそ冷静にされてる。そういかに冷静にできるか、ガイドさんは。最高だよこのカチン、これが良くてね。あと穴の開いたスプールがかっこよくてさ、当初でもこれソルトウォーター用じゃないんだよね、作ったのね。で使えるよ全然。セラの大きいやつ、まだ使えますよこれ。凝ってるよね。かっこよかった本当に。こっから油させるようになったんだよね。穴開けてこれ取ってね。SW1 番これから小さくなったんですすごい。でも XC でだもんね、これでね。で小型化されたんだよね、1万番で。これも大活躍でした。でもこれで変わったよね。ほらもう全然違うもん。ほらこれね、これから変わったよ。特にこれびっくりした、よくて。だからまだ全然使えるもんね。これ今までのやつでしょね。もう言うことなし、この辺からは。そうね、6台 ?3、4、5、6台。これ7台目なのか。1、2、3、4、5、6、7台目か。7台目だ、これで。まあ、SW になって5台目。やっぱり、完成形に近いよね。性能いい、本当に素晴らしいスプリングニール。95年セラが僕が使わせてもらった最初のステラ。まず SW になる前でしたよね。とある大阪のお客さんが、都から宝島に住んでる頃ですよね。ガイド料としてもらったんですよ。それを。当時95、6年あたりの、トカラ列島はまだ、そんなにルアーをやる方がいらっしゃってなくて、ほとんど餌釣りのこんな大きいリールで、磯マグロとかね、ロウニアジを狙う方々、磯釣りから流れてきた人とかが集まってやってる時代だったので、実際見たことなかったんですよね。それで、その大阪から来られたお客様が持ってらして、ずっと見てたら、そしたら興味あるのって言われて、ちょっとぜひ、触らせてもらっていいですかって言って、で、持ったのがファーストコンタクトですよね。で、まずね、外見上穴の開いたスプールがかっこいいんだよ。穴の開いたスプールが。なんか、ちょっと、レーシング関係も少し僕昔やってたんで、ディスク板によく穴を開けますよね。軽量を測ったり、冷却させるために。あれに近いセンスなのかなと思って、誰かこれ開発した人、レーシング関係でもやってる人なのかなって思ったりもしながら、いろいろいじくってて。で、一番感動したのはね、
ベールアームを上げるときにカチンってロックされてたんですよね。で、あれが一番感動したのは、その前まで使ってたリールが、ベールが帰りやすくてキャッスティングした当時、キャッスティングした時にベールが帰ってしまって、まあガイドトラブル、もうガイドもそうですし、竿もあるし、リールも破損、リールの中が壊れてしまったり、いきなりガクンで止まるんで、それで一番嫌だったのはラインブレイクして、投げ切れしてしまうんですよね。で、もうしょっちゅう磯に行くとき、リュックの中に足入れとマスク忍ばせて、まあ今日も何回泳がなきゃいけないんだろうなんていうキャスティングをしてたんですよ、ずっと。それで、まあ、試行錯誤しながらやってたものですから、ベールアームのロックが、すごい味方になるだろうなと思って、もう、欲しくてしょうがなくて、で、回せばさ、回さしまったら回せば、カチンって前のリールは一瞬遊びがあったんだけど、そのままスッて止まるしさ、ああ、これ遊びもないし、完璧なリールだなって思ってしまいましたよね、当時ね。だからもう欲しくてしょうがなくて、もう子供が目玉欲しがるような顔してたんでしょうね、多分。したら、ガイド料をお支払いしますんでって言った時に、いや、ガイドなんて6スポしてないから、ガイド料いいですよって言ったら、じゃあステラあげるよって言われて、マジですかって遠慮しないでもらいましたね。もうそれからね、まだそれもらった時は釣り場にも行ってなかったんだけど、抱いて寝たぐらい嬉しかったですよね、最初。それで投げてみたらやっぱり何割か飛距離出てたんですよね。それで、まあ、魚かかってきます。で、なんかやりとりしてる間に、魚キャッチできるようになってきて、嘘みたいに。それでやっぱり、これ、リール、まあ、ドラグも良かったんですけど、前に使ってるリールより。なんで、今まで取れなかったんだろうっていうことを考え出したときに、ああ、これ、そうだな。一つの大きなストレスが釣りしてる最中、魚かけてる最中に、なくなったんだなっていうのはすごく実感した出来事でしたよね。リール変えて。超が一気に変わりましたよね。宝島とか宝島出るときに、オンショアで250ちょい釣ってたんですよ。そのうちステラで釣ったのが、もう7割5分ぐらい。ステラを使ったの96年で98年に僕出てるんですよ、宝島を。その2年間の間と、その過去の、その5年ぐらい、他のリール使ってた時期と全然比べ物にならないぐらい、超が上がってたんですね。やはり何が言いたいかというと、道具の信頼性、1アングラと道具に対しての信頼性って、ものすごい重要なんだなっていうのはよくわかりましたね。ストレスがなくなった時に、どんどん体の一部にさせることができたっていうので、多分すごい超が変わったんじゃないかと思ってますけどね。小さい変化を常にやっぱり見とかないと大きい変化に変えれないです。それはね、相当関係してると思いますよ。小さな変化を見つけ出せる見つけ出せない、たまたま出会う出会わないはありますけど、目も結構、目はかなり大きいかもしれないです。言い表せないものは船長は多分みんな持ってると思うんですけどね。僕は鳥肌が立ったりしますけど、なんか来そうだなっていう、なんかそういうところをこう発見自分ができてお伝えして、その釣れたりすると、なんかこうガイド冥利に尽きるというか、その瞬間は結構嬉しかったりします。出会いたいな。結構でも新鮮ですよ。これだけこのヒラマサに会えない時間っていうのは長いのはあんまりないんですよ。だからそういった意味ではなんかあんまりなんかない感情というかね、今までない感情、当たり前に会えてたというか、当たり前に釣れてたのが本当にここ最近ちょっと釣れないんで、
アオリイカナブラも結構あるんで、アオリイカイメージ。お疲れ様でした。乾杯でした。結構いろんなパターンを試したり、いろんな引き方、いろんなルアーを試したんですけど、反応がなかったですね。状況は決して悪くなかったです。水温にとらわれてはいないんですけど、流れの角度とか船の流れていく方向とか、水色とかどれをとってもなんかもういつ出てきてもいいかなっていう状態ではあったんですけど、下に反応もありましたし、結構それで来なかったんで、まだまだ修行が足りませんが、明日頑張ります。SW との出会いは、高校生ぐらいの時ですかね。雑誌で見て、当時から憧れだったんですけど、初めて手にしたのは2000年ですね。2000年に、奄美大島に就職して、確か2回目の給料日で買ったと思うんですよね。その時のモデルだから98年か。98年の銀色のステラですね。と初めて出会いました。いやー、なんかあのステラをついに買えたのかというか、手にできたのかっていう、なんか信じられない、あのステラ買うことができたっていう、何とも言えない感情でしたね。ずっとこう眺めてたり巻いてたりとかずっとしてたような記憶がありますよ。その時のなんていうんですかね、こうかなりシルキーな感じ、今まで経験したことがないような、こう回した時のこう滑らかさ、すごい覚えてます。あとハンドル、卵型のハンドル、今もそうなんですけど、当時の卵型のハンドルがちょっと手で回すだけでもういつまでも回り続けるんですよ。もうあれが大好きなのと、あと穴が開いてたんですね、たくさん。この穴開き、今は斜めですけどね、当時丸だったんですよ。丸の穴が開いてるスプールも好きでしたね。多分何もかもが多分好きになったんでしょうね、手にして。今まで憧れてたものが本当に自分の手にあるのは信じられなかった。24年前に憧れすぎて手にしたリールの、今度は今開発、新しいステラの開発に携わらさせていただくなんて、その当時も今もですけど夢にも思ってなかったですね。なんか信じられないですね。本当に僕でいいのかなっていう感じがする感じがしますね。光栄な気持ちと、なんか本当にいいのかなっていう気持ちと、結構複雑です。僕にとってステラ SW、いつまでも憧れのリールですね。常にこう高みをこう生き続けてる、もうリール自体ももちろんそうなんですけど、このリールを作り出そうとしてる方たちが常にこう高みを目指し続けてるっていうところが、すごくこう僕にもいい刺激になりますし、憧れにもなります。そういう姿勢だったりとか情熱だったりとか、並々ならぬこの執念も必要ですし、あと夢も希望もたくさん詰まってますし、そういったところは自分の仕事と通じるところもあるので、ステラの出来上がったステラを見るとその背景がすごくこう浮かんでくるんで、いつまでもなんかその憧れのステラっていうところで、追っかけていきたいっていう、自分自身も、リールではないんですけど、その仕事のことだったりとこう照らし合わせて、アングラーとしても、いつまでも憧れのリール存在ですね、ステラは。そうね、それを思うとすごい不思議な感じだよね。まずそうですよね、その98年に初めてひとしっぽり買った時はまだね、
こう一緒に開発するような立場じゃなかったんで、で聖一の場合まだ出会ってないし、でその2年後3年後に聖一と出会って一生懸命船長業やっててね来たわけなんですけど、今一緒に開発するのにまたね別々になった3人がこう一緒になって開発してるってことを考えると縁を感じますよね、すごい。だからその間の準備期間だったんじゃないかなって。聖一はあっちでこう平正とかで勉強っていうか仕事にして、ひとしプロはもうマグロやったりありとあらゆる大物釣りをやってきて、その経験で蓄えたものをこの3人で一気にこうまた縁で引き寄せられて一つのものに開発、一つのものが出来上がっていくっていう、なんかね縁を感じるよね、不思議な。確かにそれ言われてみると、当時そんな風になるなんて夢にも思ってなかったですからね。まるで本当に聖一とひとしプロとシマノのユニフォームを着てブースにフィッシングショーのブースに立つっていうのは、そうやって言われてみるともともと仲良かった仲間だったですからね。それを思うとメーカーは別の問題ですから不思議な縁を感じますよね、言われてみると。もうこういうふうになることになってたんだろうなって思う部分もあるし、でもまあいいリールできてるもん。本当に良くなったリールはもう素晴らしく良くなったよね。もうこれが90年代にできてたら大変な革命だったかもしれない。でもやっぱりそれもさ、そういう実績を得てできてきて、でおのおのひとしプロも自分で船を出してマグロを自分で釣って帰ってきてる実績もあるしね、そこに。で聖一キャプテンの方はもう平正お客さん釣らしたり自分で平正マグロやってる実績もあるし、僕は GT1 本ですけど、その3つのカテゴリーがあって、それが一つのねリールに集約されてると思うと、すごい縁っていうことも感じるし、すごい実績がこう蓄えられたリールなんじゃないかなと思いますよね。でもそれ考えてみると、俺別にカッコつけて言ってんじゃないけど凝縮してますよね、それにね、一つに。だから素晴らしいリールができてると思いますよ、今度も。昨日もやったんですけど、使用やりたい角度で入っていかなかったんで、今日の朝の、12 時間だけそこがおそらく流れてると思うので、そこがちょっと朝のメインポイントの一つですね。その後は風もねかなり、今日は吹いて、気温も昨日からしたらねもう10度近く気温も下がったんで、これがどう影響するか。ただもう一番下の下だったんで、昨日の状況が。だから上に上がるしかないとは思ってはいます。好転してくれてることをちょっと願って探りながらやっていきます。ノーバイトだからね。ノーバイトノーチェイス、昨日よりも下がりようがない状況なんで、なんかでも釣れるような気がするな。よっしゃー、お願いします。なんかあれですね、うねりが結構うねりがありますね。韓国が見えてる。後ろでやろうかな。
分風とうねりが合ってなくて、風は左からこっちからこっちに吹いてるんだけど、うねりで船が立ってしまう。本当思うようにはいかさやらさせてくれないですよね。全然思い通りにならない、やっぱり。まあそりゃそうですよね。予測のつくような自然じゃないですね。潮緩いかな。あ、いや結構いってるか。いいね、ルアーがたくさん飛んできそう。さあ来い。お、ちょっと波の感じがいい感じ。出そうな波だぞ。高そう。ここもね取れてないですけど、めちゃくちゃでかいの来てるんですよ。この根もあんまりやらないですけど。激流です。潮波立ってないけど。おっしゃー、よっしゃ、見た、ジャンプ。よし。あ、切れた、切れた。なんで？でも根に吸ってるっぽかったな、今の。根ずれだ。マジ根ずれだ。こんな走ってなかったけどね。だいぶ締めてたけど切れた。ごめんなさい。マジ余裕で20キロまで今のやっちゃったよ。また切れた。あ、ごめんなさい。でかかったね。ずっと負けてたんですけどね。あの間下に行ってたからあんまり走ってなくて、やっぱ手前に来るスピードがもうめちゃくちゃ速かったから切れる感じじゃなかったんだけどね。すごいでかかった。首振りが。あー、これでまたさらに感動的な一歩になるんじゃないですかね。悔しい、マジで。でも最初バイトがあってかなり一気に下に潜ったような感じだったね。船の下に近づいてきたから。潮も速かったのもあったけど、あー悔しい。これいかんね。いやー、年間にそうないぐらいのそのバイトシーンもね、すごかったよね。ジャンプだよ、ジャンプ。全身見えましたよ、全身飛び出してやるあのバイト、すごかったな。やっと来てくれたのに
いやすごいそれをちょっと、味わう余裕もないぐらいのその時間でしたけど、めちゃくちゃ軽いなと思ったんですよ、薪が。多分途中で言ってるかもしれないけど、ファイトしながら軽い軽いと思ったんですよ。この、ある程度負荷かかってこうリフトしてる状態の時でこんなに軽いもんなのかと思って。で竿がね、今ぐらいのこれぐらいのドラグテンションで、走る前はね大体わかるんですけど、走る前構えててもこう高反発ロッドは腰が浮くんですよ、ぐっと根元が強い分。でもこれ結構全体的に曲がってくれて、体勢をほとんど崩さずに2回突っ込まれたのかな、2回突っ込まれましたけど、ほぼ体勢崩すことなく、こうなんとなく主導権も握れたようなファイトだったと思ったんですけど、やられたー悔しい。いやぶち上がってますよ今テンションは最高に上がってはいるんですけど、なんかね、こんだけ出ないと、出たらでかいなっていうのはなんとなく感じてたんですけど、やっぱり来ましたね。あれはかなりモンスターだったと思います。かなりでかかったと思います。あれはだいたい出て20キロとかでも飛び上がっ、15とか20キロとか出たらでかいんですけど、うわでっかってそんな思わないんですよ。でもあの遠目キャストしてちょんちょんって動かして出たあの距離ででかいって思うってことは、はい上げてないんでダメですね上げてないから何も言えない。こっち来てよかった。上げないと絶対にあれクラスをねずれの誠一郎って言われる。あの人よう切られるよねってあの時じゃなかった、あの時だけじゃなかったねってすごいな。なんかしばらくノリに焼き付いてるな、手元の感触と。一筋縄ではいかないですねやっぱ。来ない来ないって言ってりゃ来たらやられちゃうし、やり続けないとやっぱ出会えない魚だから、やり続けてとりあえずはちょっと出てきていたんだなっていうのはありましたけどね。パワフルな平正でした。ジャンプしてこう尻尾が曲がってたんじゃないかな。こう来ましたよね。すごかったな、見たかった。今日寝れない。釣らないと寝れないな。判断に迷った時はいつもこれ福一緒だったらどうするかなっていうのはやっぱりいつも考えるんですよ。孤独ではあると思います。孤独ではあるんですけど、つながってるんで孤独ではないっていうところから乗り越えられるところも多いですかね。本当にその根本的なところの支えになってくれてるっていうところが一番大きい。
っしゃ、乗ってないよ。ああ、ゴツゴツ当たってる。来い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 。よし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 。何回もくれてきたね。これは結構手前で来てくれたよ。重量感あるね。かかりが悪いです。上がってこい。よし、上がってこい。よし、これ巻きが軽いから助かるわ。本当に滑らか、軽い軽い。見てきたよ。よいしょ、ごめん。よし。よし、やった。よく引いた。すごい引いた。超ファイターでしたね。握りしないからちょっと心配でしたけど、よかった。嬉しい。いやー、もう本当に嬉しいです。結構狙ってきてたんで、狙ってこのポイントに入ったんで、なんかサイズとかどうこうよりもなんか自分の思い描いた感じで魚が来てくれたんで、それがすごく嬉しい。そしてサイズにももう大満足です。で、改めてやっぱ巻きの軽さ、ファイト中に結構ね、かかりが悪くてかなり引いた魚だったんですけど、巻きの軽さをすごい感じながらファイトができました。これも強かったですね。途中でちょっと締めましたね。ちょっと締めましたね。止まってくれました。ちゃんと食い込み入れも全く心配なく、あれだけのドラグテンションで上がってくれればもう言うことないと思います。はい、ごめんなさい。よいしょ、よかった。そうですね。先週あんまり言ってないことなんですけど、教え方ですよ。もう昔から来てるお客さん知ってますし、今の僕のこのどうしようもない人の接し方見てて、あんなやり方したらまあ絶対に伸びないってアドバイスしてくださったね、先輩方やお客さんがいたんですけど、まあ教育が良かったかどうかわからないんですけど、まあ誠一が今日本で一番人気ある船長になってくれてね、まあ、曲がりなりにも自分が全力で体当たりして妥協しないで包み隠さず全部本音もさらけ出した
自分なりの教え方が何割かその中で役に立ったのかなって思う答えですよね、誠一が。それは誠一がああなってくれたことに感謝してますよ。すごい感謝してる。よくぞやってくれたなって今も思います。よくやってくれた、本当に。それで周りの人たちもまあしょうがねえよな、誠一がああなっちゃったんだったらって言ってくれた親方もいますしね、先輩方もいるし。でも10割じゃないですよ。アレンジして進化していくタイプでしたからね、誠一は。だからそのうちの何割かはそれがあったのかなって勝手に思ってますけどね。で、誠一がああいうようになってくれたおかげで今いるスタッフの子たちもある程度信用してくれるんですよね。田代さんみたいになりたいってみんな言ってますからね。みんな慕ってますから。だから誠一がなってくれたことに関しては僕は感謝しますよ。すごい、ものすごい感謝してる。まあ当時はなんかちんぷんかんぷんというか、僕も10代20歳学生上がりだったので、その言ってる意味すらもはっきり分かってなかったことも多かったんですけど、いざ自分でその2004年の11月にこっちの玄海の方に移り住んで、で開業してからあの時の言葉こういうこと言われてたんだなっていうのをひしひしと毎日のようにこう感じるようになったんで、こんな未来を見て喋ってくれてたんだなっていうのはすごくなんか熱くなりましたね。改めて感謝とかっていうとなんか変な感じになるんですけど、やっぱりもう表しようがないぐらいの感謝です。本当に僕もあの時2000年に出会ってなかったらどういう人生になったのかなっていうのは考える時ありますね。だから本当に出会えて感謝してますし、未だに憧れの存在ですね。今年の抱負も冗談言って笑っていたいですね。いたずらばっかして。そう20年ですね。20年過ぎました。20年だって、まあこんななっちゃうよね。クリッパーってここから始まったんだよ。小屋。これでもすげえ嬉しかったけどな。ちょっと重ね変わってますね。昨日こうだったのがね、こうだったのか。だんだんこうなってる。しまいにはこうなりますね。今日中に。そっちはゲームのコンディションはいいです、これから。深いんでね。この島の形の通りなんで、地形も。まあ北だな。やっぱりまあ北パターンだね。条件合ってるじゃない。どうしようか、ヒロよ、どうしようかな。まあ北か。こっからやってここまでで終わって3回やろうか、ここで。あとこれ右行って、ショートコース行こう。ただあっちこっち来てこっちに流れるかもしれない。もしかしたらやっぱり多少こう言ってると思うんだよね、多分ね。久しぶりに天気良くなったな。
起きてるけどな。GT あーくそ食わんかったよし来た。お下げてどんどん下げて。後ろ行くわ。前出してっていい。前出して。ちゃんと変わってるわ。あとはサメちゃんだけかな。そんな大きくないですよ。よく最高。あ、30キロちょうど、ほら。ドラグも多少出ました。予想通りでしょうかね。もう素晴らしいドラグ力。出始めもスムーズでしたし、GT をヒットした後首を叩くんで、ジってドラグが出るんですけどね。それも全然こう、危なげなく対応してくれたかな。ほぼでももうどうだろう、8割はステラだよ。釣り人生、要するに GT フィッシング人生の8割はステラと共にやってきたみたいな。かっこよく言えばね、僕の中じゃ19がもう完成形に近いリールだと思って、また今回25年モデルでしょ。まあいいか悪いかってないだろう。もう音もしないしさ、よく飛ぶし、これガイドのコンセプトも入ってると思うけど、やっぱり三つ巻きもう少しやっぱり助けてるんでしょうね。これね、自由に走らせたくない時、かかった後ね、まずそれを制御するにはもうドラグ性能しかないから、竿さばきだけじゃどうにもならないですよね。だからドラグがやっぱり一番重要になってきますよね。今回ドラグまたシステム変わって、上もね下も大きい輪下になったから、均等に抑えられてるから、昨日何匹か吸って思ったけど、やっぱりすごいスムーズだよね、ドラグの出が。全然危なげなかったし、やっぱりすごいなとは思いました。やっぱりさ、タックルってこうやって引っ張ってて一気に出てくるわけじゃん。本能的に物が飛んでくるとこうやるでしょ、人って。こうやったり、それも道具も一緒でさ、やっぱりすぐこう対応できるような体の一部ぐらいこうなじませないと GT に勝てないですからね。でもさ、今こうやって話をしてると、もう釣り人生の7割8割はステアでやってきてるわけじゃない。良き相棒だよね、もうね。おい出ろよ、こういう時かっこいいんだから。脱も飛ばねえよ。ステラと知り合って24年経って、絶対的に自分が信頼してるっていうリールって断言はできるんですけど、数々のレコードフィッシュは僕もこのステラで上げてきたんで言えるんですけど、何がすごいかって世界中の
場所で世界中のアングラーがそういう同じ気持ちでこのステラを使ってるだろうなっていうところが本当に素晴らしいリールなんだなっていうのは改めて思いますね。世界中ですよ。自分が会ったこともない方たちが、いろんな行ったこともない場所の方たちがステラを使って向こうの自分の目の前にいるでっかい魚から小さい魚からいるでしょ、それとやり合ってるんですよね。すごい夢がありますよねそれ。でダイビングログはこうやって自分でつけてたんだよ。宝島で644本メートル GT ホールド海水浴場って書いてあるでしょ。笑っちゃうでしょ。でこれ笑うのはさ、これがルアーログなのよ。これが始めた当時からやってたんじゃないんだけど、全部書いてある。ほら磯マグロ50キロは何ともかんとかね、つむぶり3キロぐらいキャッチとかさ書いてあるんだよ。ずっと全部こうやってでさ、ほらスカとか GT10 キロ書いてあるじゃん。こうやってきてさ、俺多分ねこの日から GT なんとか21キロキャッチ17キロ、この辺からだよ。春だもんステラになったら多分 GT17 キロ26キロキャッチでしょ。 GT33 キロキャッチ22キロ38キロステラ最高って書いてある。大瀬崎って書いてあるね。96年だと思う。これなんか38キロ35キロ32キロ、これあれだよ、堤防水じゃん多分。ステラありがとうって書いてあるじゃんここに。笑っちゃうよね。よっぽど嬉しかったんだねこれね。9号ステラですよ。海で生き、その中で GT と共に生きるってことですよ。もうそれ以外何も思い当たらないよね。だっていまだにこの年になってこんだけやってきてこんだけ釣ってきて出会いしてきてるけど、バイトシーンも新鮮だし、まだこう魚に出会おうとして一生懸命釣ろうっていうのを維持できるわけですからね。やっぱりもう GT しかないんじゃないですか。人生とは GT です。海と GT かな。もう感謝すべきのも海と GT、そんなですよ。